特に悩んでなどおりません。やはりこちらの身分は明かすしかないか。これは銀河殿、いかがなされました？些細なことです。そうでしょうか。確かにそうですね。私には行きつけの店があります。城の外で食事をする場合に利用しているのですが、その店には歌い手がいるのですが、先日より熱を出して倒れてしまったのです。私も残念に思っていましたが、なぜか店主は私に代わって歌ってくれないかと頼んできたのです。店に楽曲が流れないのはどうも寂しいとかで。こっちが聞きたいくらいです。確かに一度だけたまたま知っている歌を一緒に歌ったことがありますが、だからといって店で歌うなどと。つまらぬ戯れです。私の歌は人に聞かせられるものではありません。何がでしょうか。私はこういった話をどのように断ればいいのかと考えていたのですが、そんなことは気にしていません。単純にすっぱりと断る理由を考えていたのです。しかしなぜかその言葉が出てこないのです。
私は無人です。だが私は歌をするほど知らない。どうにか歌えるのはありふれた童謡だけです。銀河殿は歌を知っているのか。お気遣いなく。私は騒がしいのが好きではない。それだけのことだ。構いませんが、私の歌などを聞いてどうするのですか。そうですか。では。なぜこのようなことに。銀河殿。いまだに私は納得できないのだが。武人は命じられたことをすればいい。私は命がなければ動けません。命じてください、銀河殿。歌えと言うのならば歌います。歌うなと言うならもう一生歌うことはありません。しかし。そうか。そうですね。銀河殿。それは買いかぶりだ、銀河殿。だが助かった。私は己に嘘をつくところだった。命じられることを求めるばかりで私は己を失っていた。私にとっては軽い話ではない。情熱的。愛。あれが。物の例え。
そうなると、私が風景を描写していると思った歌詞は実際には別のものについて歌っている、そういうわけだね。待たれよ。どういうことかゆっくり聞かせてもらうとしようか。そうか、銀河殿は私をもてあそんだのか。歌ったら稽古がしたくなった。銀河殿、付き合っていただけましょうな。